皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポット食べ歩きインゲンです。今回は原宿にやってまいりました。有名店からリーズナブルで美味しい店舗まで行き方を詳しくご紹介いたします。お店の名前だけですと住所を調べ地図を出すのは大変ですよね。メニューやお値段も表示していますので、わざわざ調べる手間を省けるようにしました。このチャンネルでは無料や穴場、格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています。行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。よければ最後までご覧ください。皆様の休日の過ごし方の参考になれば嬉しいです。駅構内にはお化粧室もあります。改札口、西口を出ると代々木公園や明治神宮、原宿竹下通りに行くには東口へ出てください。ちなみに竹下通りは約350メートルほど、暑くても無理なく歩けるお散歩の距離です。改札を出ると上の階に恵比寿創業自家焙煎のサルタヒココーヒーがあります。階段を降りるとすぐ右には地下鉄明治神宮前駅が、乗り継ぎも楽ちんですのでぜひ参考になさってくださいね。今回は原宿駅前の店舗、その後竹下通りの店舗、竹下通りを抜けた後ラフォーレ原宿を回って原宿駅に戻ってくるという距離的にも無理のないルートでご説明いたします。改札を出たらやや左の目の前横断歩道を渡ります。渡り切って振り返るとこちらが原宿駅、こんもり茂った森のようなこちらが明治神宮です。明治神宮や代々木公園の動画も概要欄に貼っておきますので、よかったらご参照ください。横断歩道を渡ると目の前に IKEA の入ったウィズ原宿というビルがあります。こちらのビルはベンチも多くあり、景観も素晴らしい、実は穴場なんですよ。そして IKEA のカフェも実は穴場。中に入りますとまずベーカリーがあります。私の大好きなシナモンロール、それがなんと1個100円で買えてしまうんです。その他にもプレッツェルやベーグルなど美味しそうなパンがいっぱい。そして実は夏の穴場の情報なんですが、マイボトルをお持ちですとこちらで無料で給水することができます。もちろん購入がベストなんでしょうけれども、熱中症になる前に穴場情報としてご活用ください。こちらの2階には IKEA のレストランがあります。どれも原宿とは思えない激安価格。しかも席数もあり、割と空いている穴場なんですよ。もちろんお化粧室も。IKEA といったらこのホットドッグですよね。バンズは10個入りで299円。ソーセージは5本入りで399円。そしてピクルスもとても美味しいんですよ。家で焼きたてのシナモンロールを召し上がりたい方、ずっしり入って499円です。店頭でも100円ほど、ホットコーヒーはファミリー価格ですと50円になります。こちらのビルにはユニクロさんも入っていて、帰りに寄るのにとても便利です。ここは全体的に落ち着いたゆっくり過ごせる店舗が多いので、竹下通りで疲れた後に休憩に寄るのに参考になさってみてくださいね。ちなみにビルの中を通り抜けると竹下通りに行くことができます。まずはその前にお店の参考としてこのビルの中の店舗をご紹介いたしますね。恐れ入りますがこちらからは継承略とさせていただきます。2階には IKEA 芋や妹子、3階には大バカなるイータリー、そして8階には資生堂パーラーがあります。1872年明治5年に銀座で創業されました。伝統の洋食として有名ですよね。アフタヌーンティーなら3850円、サンドイッチなら1380円でいただくことができます。ストロベリーパフは1460円と立地と雰囲気、サービスを考えたら検討の余地ありかも。全体に落ち着いた雰囲気のビルの吹き抜けはこのような感じです。大人っぽくおしゃれで景観がいいといった意味がお分かりいただけましたでしょうか。では早速2階に行ってまいりましょう。2階にもまずベンチがいっぱいありますよ。そしてこちらがさつまいもの専門店、芋や妹子さん。熟成焼き芋のブリュレは季節を問わず大人気。マスに入った和洋折衷さつまいものティラミス890円と、目の前で絞ってくれるさつまいもモンブランソフト990円が大人気です。絞りたてっていいですよね。涼しい店内でもいただけますが、冷たいものは暑い屋外でいただくこともできます。ですが木々が多くウッドデッキなのでそれほど暑さを感じないかもしれません。このまま3階へと進みます。途中木々の隙間から眺めるとこの赤いダイソーの看板、こちらが竹下通りになります。コンパクトにまとまった原宿は実は歩きやすい穴場なんですよ。このまま3階へと進みます。3階からの眺めはじゃーん、こんな感じ。
原宿の街が一望にできます。涼しい時期はテラス席でゆったり過ごすのがおすすめ。暑いので中に入るとこのようにベンチもありますので着席することもできます。食べ歩きは疲れますので、このようにベンチの場所などもこれからもお伝えいたしますね。こちらはイータリーさん、イタリアの食材を扱うスーパーマーケットとカフェ、レストランです。トマト系パスタの代表アマトリチャーナが1780円で、ざっくりとアラビアータは辛みがあって、ペスカトーレは魚介風の具、マリナーラピザも1780円でいただけます。アペリティーボなら今流行りのクラフトビールはいかがでしょうか。イタリア直輸入の生ハムやサラミなどと一緒にイタリアのクラフトビールをいただけば、夏の暑い時期にはたまらない気持ちになりそうですね。オリーブの実など豊富な食材をスーパーマーケットで買って帰るのもいいかもしれません。なおカフェカウンターではマリトッツォやパニーニなどもお手頃価格でいただけます。バニラアイスに熱々のエスプレッソをかけて食べるアフォガードもいいですね。3階はこのようにレストランに入らずとも着席できるスペースがテラスにいっぱいあります。こちらがレストラン席です。目の前に生い茂った森を見るととても原宿とは思えませんね。景観が素晴らしいです。癒されるスポット間違いなし。明治神宮の森を眺めながら楽しめるレストランといえばこちらも大バカなる原宿店さん。以前中目黒店をご紹介いたしましたが、あちらもブーランジェリーとしてはとっても美味しくてクロックムッシュも最高。こちらのランチメニュー、実は1300円でハンバーグがいただけたり大変お得だってご存知でした？オマールビスクのスフレドリアやスフレオムライスも1300円です。フランスの大衆食文化を伝えるというのがコンセプト。内装もとても凝っているんですよ。このインテリアの中に身を置けばまるでパリにいる気分。ブラッセリーでもありブーランジェリーでもあるので、ぜひバゲットを。パンがとても美味しいんです。バゲットサンドは900円でテイクアウトもできますよ。代々木公園にお持ちになってもいいですし、そしてこちらがフレンチトーストロワイヤル1200円。アイスクリームとともにどうぞ。オペラやミルフィーユもとても美味しいですよ。皆様竹下通りに向かわれてしまうので、駅前のビル、しかも3階まではなかなかいらっしゃらないので穴場です。よかったらぜひいらしてみてくださいね。ではいよいよビルの中を抜けて竹下通りへと向かいます。帰りにユニクロで買い物をすることもできますよ。矢印があるので分かりやすく迷うことはありません。座る場所もお化粧室もあるので、デートの方は喧嘩しないためにも疲れないようになさってくださいね。ビルを抜けると目の前に赤い看板ダイソーがあります。こちらが竹下通りメインストリート。今まで行ったイケア、ユニクロ、イータリー、大バカナルなどが入っていたビル with 原宿はこちら。竹下通りから眺めるとこのような位置関係になります。高い位置にあるので見晴らしがとてもいいんですよね。竹下通りに向かう途中であるのがスヌーピーのコンセプトカフェピーナッツ。スヌーピーのお顔のパンケーキ1450円が大人気。パフェは1280円からいただけます。ガーデンにスヌーピーがいっぱい寝そべっている様はファンの方にとっては垂涎ものではないでしょうか。対面の奥の通りにもいいお店がいっぱいあるのですが、そちらのご紹介はまた次回。こちらに目をやると2階がアガサ、1階がクリスティ。クリスティさんはこの原宿の地で40年以上も経営を続けていらっしゃる老舗。イングリッシュフルブレックファーストや自家製のケーキ、美味しい紅茶をいただきたいならこちらへどうぞ。高級生クリームを使用したミルフィーユが一番人気。そしてイートンメスなど伝統的なデザートが食べられるのもこちら。2階のアガサレンタルスペースはクリスティの店主さんが経営されているそうです。ケーキや持ち帰りもか。そしてクレープ屋さんが見えてきたところで、じゃーん、竹下通りにやってまいりました。奥が原宿駅から来た際の入り口です。右にはマクドナルドも見えますね。竹下通りのアーチが嫌顔にも気分を盛り上げてくれます。では早速竹下通りの名店をご紹介いたします。こちら韓国料理もトルコ料理も扱っているビッグママ。ケバブサンドは500円でチキンがいただけます。甘いものが苦手な方、500円でケバブサンドはいかがでしょうか。ファラフェル、つまり潰したひよこ豆やそら豆を合わせて揚げた中東の料理もありますので、珍しいものを食べたい方はこちらへどうぞ。竹下通りを表参道側に進むと、左にちょっと入ったところにカマロカンジョンが、こちら新大久保の動画でもお伝えいたしましたが、韓国で大人気のヤンニョムチキンタッカンジョンのお店です。ハニー醤油やチーズのトッピングもできます。もちろんチーズハットグも、ソーセージとお餅の串のソットクソットクもあります。そしてチーズボールも、名物が全て食べられてしまいますね。原宿なのに新大久保グルメを楽しめちゃう。そして穴場なのはこちら、ブラームスの小道。ここは入った時の驚きをぜひ味わってほしいので映像にはしておりません。
レンガ調の石畳やアンティークショップ、その様はまるでヨーロッパ。美しい洋館にはラブーレットというフレンチのお店もあります。裏道を歩いてぜひ異国情緒気分に浸ってみては。続いては穴場情報だけではなくメジャーどころも。こちらロングロンガーロンゲスト、揚げポテトの専門店です。35センチが600円、42センチが700円、ロンゲスト52センチが800円です。そしてレインボーコットンキャンディーで有名なトッティキャンディー、こちらは普通サイズ700円、哺乳瓶に入ったゼリー750円も有名ですよね。ファミリー連れの方、お子様も大変喜ばれていますよ。中華街の動画でもいちご飴、三叉飴についてご紹介しましたが、こちらいちご飴の専門店ストロベリーフェチ、いちご飴は600円、ぶどう飴は450円で冷えたものがいただけます。購入の後は壁紙の前で記念撮影を撮るのが人気です。続いて原宿クレープの原点を作ったマリオンクレープさん、独自の配合のもちもちの生地と70種類以上のメニュー、どれを食べようか組み合わせようか並んでしまいますね。アイスクリーム入りが夏には人気のようです。お食事系のクレープもありますので、選ぶ際の参考になさってくださいね。現在の価格表は以下の通り、対面には全体の位置関係とマップの看板があります。大変わかりやすいので、よかったら参考になさってみてくださいね。今回は寄らなかったのですが、カルビープラス、カルビーさんのアンテナショップもあります。揚げたてのポテトチップスをどうぞ。原宿駅から明治通りに行けるまでの350メートルが竹下通り。明治通りから先は表参道エリアとして次の動画でご紹介いたしますね。空戸竹下通りというビルにはスイーツパラダイスもあります。ケーキの食べ放題をなさりたい方はどうぞ。なおロッテリアもこちらに店舗があります。原宿アルタには人気のディズニーストアも、390円で購入できるサンキューマートもあります。ピグカフェもありますよ。こちらは冒頭でご紹介したウィル原宿のビルのご紹介です。原宿は実はビッグカメラ、家電量販店もあり、コンパクトに街がまとまっているので買い物もしやすい便利な場所だったりします。こちらがディズニーストアが入っているアルタビルです。ディズニー全制覇チャレンジに挑戦した動画もありますので、よかったらご覧くださいね。さてここでメインストリート竹下通りに戻ります。こちらはクレープタピオカの専門店サンタモニカクレープさん。お腹がいっぱいの方もタピオカミルクティーは S なら390円からいただけます。バナナチョコブラウニーケーキショコラスペシャル生クリーム2倍670円など、番号やアルファベットでオーダーができるので、海外の方が多く並んでいらっしゃいました。こちらは台湾にオープンした伝統的な製法で作る黒糖タピオカミルクの専門店。店内で作ったばかりのタピオカを提供してくださいます。こちらの鍋で先ほどまでタピオカを作っていたところを見せてくださいました。やはり人気は800円の黒糖タピオカミルク。作りたてのタピオカを召し上がってみたい方、試してみるのもいいのではないでしょうか。こちら商業施設キュートキューブさん。こちらにはサンリオのショップポムポムプリンのカフェがあります。グッズを揃えたい方、寄られてみてはいかがでしょうか。いちご飴のお店はこちらにも店舗があります。そして満を持して博多で大人気のお店が原宿に出店いたしました。手作り創作和菓子のお店博多山田屋さん。みたらし団子は289円から、食べ歩きの冷やしみたらし団子500円と独創的なメニューで人気です。和菓子といえばフルーツ大福のお店ゆうちくわんさん。いちご大福は490円から、でもこの時期かき氷800円の方が惹かれちゃいますよね。そしてここでとっておきの穴場情報を。屋外で歩いてきて疲れた方におすすめなのがこちらの空戸ビル。スイーツパラダイスも入っているビルです。現在は桃とマンゴーという高級食材を使っていて、食べ放題は3200円から。ですが穴場情報としてお知らせしたいのはこちらの JOL 原宿。横の階段から2階に登ってみてください。こちらに150席もある広いフードコートがあるんです。じゃーん、この通り。皆さん暑い中わざわざ2階に階段で登らないせいか、広いのに空いていて座れる穴場なんですよ。フードコートなのでお店はこの通り多種多様にわたっています。お食事系からスイーツまで、コリアングルメだって着席してゆったりと召し上がることができます。お友達同士食べたいもので衝突しても、こちらなら喧嘩することもありません。お互いに食べたいものを購入して合流すればいいんです。そして涼しい店内で一休み。暑くて疲れた時は甘いものと涼しい場所でクールダウンですよ。フードコートはお手頃価格なので水分補給も我慢せず忘れないようになさってくださいね。ロッテリアで足駅を、そして回転寿司の三崎さんもあります。はい、ここまで来ると竹下通りを渡りきりました。明治通りに出たら右に曲がってぐるりと一周原宿駅へ戻ることといたします。角にはサンタモニカクレープさんもありますよ。
明治通りと表参道の交差点が神宮前6丁目再開発地区です。おしゃれなお店がいっぱい立ち並んでいますよ。竹下通りは350メートルという距離からもコンパクトにお店がまとまっていて歩きやすい楽しいスポットです。大人の方もファミリーの方もたまにいらしてみてはいかがでしょうか。道路を挟んだ対面にはゴディバのショップもあります。それでは交差点にあるラフォーレ原宿の前を通ってぐるっと角を曲がって大通りを通って原宿駅へ戻ることといたしましょう。サンキューマートの隣にあるのがこちらバターミルクチャンネル。ニューヨークブルックリンで生まれたカジュアルアメリカンビストロです。私はこちらのバターミルクを使ったパンケーキ1330円が大好き。バターミルクを使ったパンケーキミックスもお取り寄せをするほどです。バターミルクを使ったリコッタチーズのラザニアやバターミルクのチキンなどぜひ召し上がってみてくださいね。癖になること間違いなしです。なお千疋屋原宿店さんもあります。マンゴーパフェは圧巻の2970円。ハーフサンドのドリンクセットでしたら2310円でいただけます。こちらコーヒー左官集いさん。パフェがとても美しいんですよ。コーヒーもとても本格的で美味しいです。渋谷店もそうですが、空いている穴場なんですよ。さて駅前にあるのがアイムドーナツ生ドーナツの専門店です。中目黒店に比べて行列は5分の1。召し上がりたいなら原宿駅まで足を伸ばすのがおすすめです。よく場所を聞かれるのでお載せしておきますね。このアイムドーナツさんの横の小道を入ったところにあるのがピザのお店スポンティーニさん。チーズが多いメニューは塩分も多くなりますのでご注意を。焼きたての時間に当たるといいですね。小道を引き返すともうこちらがアイムドーナツ、そしてこちらを抜けると目の前が原宿駅です。位置関係も含めてお分かりになりましたでしょうか。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、無料お得情報などもご紹介しています。少しでも休日の過ごし方のお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、いいね、コメントをいただけたら励みになります。ちなみに補足ですが、IKEA のコーヒーメーカーは BMF。ジンジャークッキーの試食もいただけます。ラムネソフトにジンジャークッキーを飾ればとっても可愛いソフトクリームの出来上がり。なんとこちら50円。シャリシャリしていて夏の時期にぴったりです。この後表参道の食べ歩きスポットの動画もアップいたします。代々木公園、明治神宮、新大久保、横浜中華街などの食べ歩きスポットの動画も概要欄に貼っておきます。よかったらまた遊びに来てくださいね。